こんにちは、スネドラです。3ヶ月ぶりに松山に戻ってきました。前回の最終地点だった浄土寺、今日はここからスタートします。朝一の飛行機で移動したので、現在10時を少し回ってます。今日は陰陽寺まで参拝したいので、急ぎ気味に歩いていこうと思います。この辺りは標識がない代わりに、このお遍路イラストみたいのが地面に書いてあるんですよね。今までにないパターンの案内なので、隠れキャラ見つけるみたいな感じで歩いていきます。この辺りは住宅街を歩くんですが、結構道が分かりづらくて、この地面に書いてあるこの案内がなければ、多分かなりの確率で道迷いしちゃいそうな場所です。イラストの画風がどれも一緒なので、きっと同じ人が描いてるんだと思うんですが、これ壁とか道路とかにふんだんに書いてあるんですけど、許可とかね、ちょっと心配な気もします。まあ問題ないんだとは思いますけどね。お墓を通り抜けるとフォーチュン村が出てきます。何か幸運なことがあるんだとは思うんですけど、今日は時間がないので先を急ぐことにします。半田寺まで残り 400m です。今日は天気もいいので気持ちよく歩くことができます。いやー、到着しました。あっという間でした。50番札所半田寺です。長ズ場の水が竜の口から出てくるんですけど、これ最初出てなくてね、あれと思ったら上にセンサーがあって人が近づくと出るんですよ。さりげなく今風になってるんですね。3ヶ月ぶりの参拝なので、手順だとかいろんなことを思い出しながら、参拝しようと思います。お寺の空気はやっぱりうまいですね。久々に味わいました。1696年の改修時に描かれた天井画が今でも残ってます。300年以上も経ってるのにこれだけ残るもんなんですね。3ヶ月ぶりの参拝なのでかなり時間がかかっちゃいましたが、本堂と大師堂を参拝して、農協所で農協印をいただきます。今日は陰陽師の先にある JR 予讃線の堀江駅まで行きたいので、ちょっと急ぎ気味に歩きます。石手寺まで残り 800m です。あと少しですね。街中を歩く分にはコンビニをちょいちょい見かけるのでとっても気楽です。石手寺手前の橋なんですけど、最初この看板読んでてよし渡ろうと思って橋の名前見たら、なんと遍路橋っていう橋です。今まで歩き遍路してていろんな橋渡ってきたけど、遍路橋っていう橋見なかったような気がするんですよね。まあ見落としたのかもしれないんですけど、愛媛の川なので、川には相変わらず鯉がいます。山の上にお大師さんがいます。この距離でこう見えるんだから相当大きいんだと思います。やっと石手寺に着きました。これが山門なのかな。これ右衛門三郎ですね。そういえば石手寺って右衛門三郎のゆかりのお寺ですもんね。はい、とりあえず、境内に入ってみます。焼き餅、うまそうですね。これ帰りにちょっと食べていこうと思います。と思ってたんですが、次の大山寺が境内の裏から進むので、こっちに戻ってこれなくてね、結局焼き餅も食べることができませんでした。51番札所石手寺です。石手寺は何といっても右衛門三郎伝説が有名です。領主の河野家に生まれた長男が生まれながらにして右手を開かないと。それでこのお寺で祈祷を行ったところ、手から右衛門三郎再生って書かれた石が現れたということで、それでこのお寺は石手寺と改められたんだそうです。本当だったら驚愕のお話ですが、嘘つくっていうこともないでしょうからね。昔はすごいことがいろいろ起きてたようです。本堂と大師堂を参拝したら農協所で農協印をいただきます。今日は時間がないのですぐにでも次に向かいたいんですが、洞窟入り口っていう案内見つけちゃってね、もうこれはダメですね。ちょっと行ってみようと思います。
何やらいろいろ書いてありますが、他の人も入ってるようなので、うちもそれに続いて入ってみることにします。中に入るとね、暗いんですよ。で、前にいる人たちはずっと向こうまで行ったみたいで、結構歩きますよって言われたんですけど、言ってもそんなに歩かんやろと思って行ったらね、この真っ暗なトンネルかなり歩きます。少なくとも出口の光が見えないぐらいには長いです。これ映像に映ってる光はところどころにあるライトなんですけども、ほんと暗いんですよ。やっと越えたと思ったら奥の院まで45メートル。これを見てね、戻ることにしました。はい、境内の裏から52番の大山寺に向かいます。思ったよりも急勾配の階段を登って頂上らしきところに着いたんですが、展望台があるんですけど、手入れがされてなくて傷んでます。景色良さそうですけどね、ちょっと座れないのでこのまま先に進みます。距離は短いですが、思ったよりも本格的な山道です。こういう景色見ると真夏のシダ祭りを思い出しますね。秋で良かったです。舗装路に出てきました。ここからは道後温泉の町に向けてひたすら下っていきます。前回の歩き遍路であと1日あったら道後温泉に泊まれたんですよね。残念ながら都合つかなくて泊まることできなくて、今日もまだお昼なので街中を通過するだけでおしまいにします。左前に見えるのが道後温泉駅、その横には坊ちゃん列車が止まってます。これがからくり時計ですね。横には足湯もあるみたいです。若干ルートを外れてるような気もするんですが、せっかくだから道後温泉のアーケードを歩いてみようと思います。ちょうどお昼になったので、ここでランチを食べましょう。今日は味倉さんっていうところに入ります。アーケードの一番手前にあったお店ですね。もっとお店探そうかとも思ったんですが、もう時間重視でね、パッと決めちゃいました。タイの唐揚げ B ランチです。これで890円って安いですよね。刺身の A ランチ、これは普通ですね。私の経験上、パッと見つけてこういうところに入ると、食べ終わった後もっといい店を見つけちゃうっていうね、これね、お遍路あるあるだと思うんですが、そんなこと言ってないでどんどん歩きます。この辺りでちょっと道をね見失ってます。元に戻るのにちょっと時間かかりましたが、大山寺まであと 8.6 キロです。大量のインコを発見しました。これだけいると世話するのも大変そうです。前回が7月の歩き遍路だったんですが、あの時に比べるともう比較できないぐらい快適に歩くことができます。あと1ヶ月もしたら寒くなってくるだろうから、今ぐらいの季節が一番歩きやすいんでしょうね。去年の10月から歩き遍路始めましたが、残念ながら1年で回りきることはできませんでした。なんとか年内にはケチガンまで持っていきたいななんて思ってるんですけど、どうでしょう。休憩所を発見しましたが、もうこのまま行っちゃいましょう。今日時間ないんでね。と思ったら土壌瀬垣、これ夏祭りなんですね。なんか説明がありました。国道196号線のこの辺りは川を挟んで反対側に側道があるので、とっても歩きやすくて快適に進めます。これノーマル橋、ツッコミどころが多すぎてもう何も言いません。大山寺まで残り 3.9 キロです。右側に見えるのは志津川池です。こういうところ歩けるのもこれ歩き遍路の醍醐味ですね。見たことのないタイプの遍路シールです。地図が書いてありますね。これすごい手間がかかりそう。気持ちいい道をひたすらのんびりと歩いていきます。あと1時間ぐらいで大山寺に着くと思うんですけど、陰陽師の時間がちょっとやばいですね。はい、チャーミングショップ K。 チャーミングショップって何屋なんだろう。チャーミングショップなんだろうなんて考えながら歩いてたら、曲がり角を行き過ぎました。実はこのチャーミングショップのところを
左に行かないといけなかったようなんですが、あまりにチャーミングショップに気を取られちゃって、500メートルぐらい行き過ぎちゃいました。いやー、やっぱ油断大敵ですね。大山寺まで残り 2.1 キロです。あと30分ですね。途中にあった学校の中に変な標識を見つけました。これって何の標識なんだろう。ちょっとね、意味がわかる方いたら教えてもらいたいなと思います。すすきが秋風でなびいてるのを見るとなんかね、切なくなります。大山寺直進、迷わず行けよ大山寺。確かにここね、回っちゃいやすいとこではあるんですけどね、なかなか名言です。あとちょっとでしょうか。だんだん疲れてきました。やっと大通りに出てきました。これを直進というか右前の方に行けば大山寺のはずです。大山寺の標識も出てきました。あと少しです。遠くの方に門が見えてきました。一の門っていうみたいですね。大山寺には門がいくつもあるんですが、一の門をくぐって少し行ったところにあるのが、これが仁王門です。1305年に再建された門で、重要文化財に指定されてるんだそうです。ここから本堂までが遠くてきついって山頂遍路さんが言ってたんですが、確かにきついですね。本堂まで350メートル。350って聞けば大したことなく聞こえるんですが、微妙にずっと登ってるんですよね。で、最後がとどめのこの階段です。52番札所、大山寺です。3つ目のこの門は四天王門と呼ばれてます。一休みしてから参拝したいところですが、時間がかなりまずいので、さっさと参拝することにします。1655年に再建された鐘楼堂です。正面には地獄極楽図っていうものがあります。あれですね。で、鐘楼はこの上、ここにあります。これつかせていただきましょう。映像になんか謎の物体が映ってるんですが、これね、プラズマライターなんですよ。もう急いで参拝しようと思ってね、いろんなもの手に握ってたらこんなことになっちゃいました。本当にね、詰めが甘くてすいません。大山寺の本堂はなんと国宝です。とっても立派な本堂です。大師堂もお参りして、農協所で、農協印をいただきます。まるで犬を飼うかのようにヤギが飼われてます。あれはもう本当に普通にヤギを飼ってるんですね。すごい可愛いです。円明寺まで残り2キロです。時間がかなりやばくてね、急いで向かいます。ただいま4時17分。まずいですね。うちの足だと30分はかかるから、お参りしてギリギリってとこでしょうか。ちょっと急ぎましょう。円明寺まで残り250メートルです。なんとか農協も間に合いそうです。53番札所、円明寺です。ただいま4時40分です。参拝して農協をいただけるギリギリの時間に到着です。本堂と大師堂を参拝して農協所で農協印をいただきます。今日は泊まるお宿に送迎してもらうことになってるんですけど、その場所が円明寺か堀江駅なんですよね。さっきの大山寺で疲れ切っちゃったので、もうここで終わりにしたいとこなんですが、まだ明るいので頑張って堀江駅に向かうことにします。モーニングが朝8時半から終日モーニングが終日ってこれどういうこと？堀江駅が見えてきました。もう日が暮れちゃいましたけどね、なんとか到着です。いやー疲れましたけど気持ちのいい一日でした。今日泊まるお宿は権現山荘さんです。
このお宿は遍路道から少し外れてるので最初全然気づかなかったんですが、素晴らしいお宿でした。これ見つけてラッキーでしたね。山荘って言ってもね、どっちかっていうと旅館みたいなお宿です。遍路道の近くにあるお宿より1000円か2000円高いんですが、その差を上回るクオリティです。食事も美味しいしね、温泉も素晴らしいです。フロントにはクレジットカードの表示がありませんでしたが、カードを使うことができました。なかなか立派なお宿ですね。今日のお部屋は8畳の和室です。冷蔵庫にトイレ、洗面台も全部ついてました。権現山荘さんは夕食も朝食も部屋でいただくので、コロナ対策としてもバッチリです。驚きなのが、夕食を食べ終わったらね、布団を敷きに来てくれるんですよ。その時におかみさんといろんなお話をしながらこの辺のこと学ばせてもらってね、本当に満足感の高いお宿です。お風呂は展望風呂って書いてあったから最初温泉じゃないのかななんて思ったんですが、すごい温泉でね、なんて言うんだろう、濃いんですよね。すごく濃い温泉でした。それも思ったよりもきちんとしたお風呂で、なかなか立派なお風呂です。当時で訪れるお客さんも多いということもね、納得です。ランドリーは洗濯機が2機と乾燥機が2機ありました。粉洗剤が無料で設置されてます。とりあえず道後の地ビールいただきながらね、美味しい食事をいただきます。お遍路プランっていう一番安いやつにしたんですが、それでも十分満足できる夕食でした。おはようございます。朝食は朝6時から OK なので、遍路者にはとっても助かります。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。やっぱり秋の歩き遍路は最高ですね。これからも頑張って歩きますので、ぜひお付き合いください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。